はい、皆さんこんばんは、テレスノンです。ひまわりです。結構間空いちゃいましたけどね。1ヶ月以1上ヶ月以上空いたかな。すいません。あ、お待たせした方。うん。早速ですけど、今塗ってるのは、頭につけてる、なんかリボンみたいなや髪の毛かと思ったら違うのね。違うのリボンなんだ。つ。あ、で、今回でも終わります。この終わりビクトリアまは。す。いい加減終わります。終わらせましたっていうか、その代わりちょっとちょっと長いね。早くて長い。8倍速とかでちょっと結構な早送りになっておりますのでご了承ください。でですね、はい。もうすでにエアブラシでね、上の方がピンクで下の方が赤っていうか、エアブラシでやったんだ。赤っていうか紫でちょっとこうグラデーションかけてありますすでに。で、筆でハイライト。このピンクいいな。おう、好きだわ。いいよな。これダンカンカラー？これそうだわ。ダンカンカラーもなんだかんだ言って、これこれかどうかわかんないけど、そっか、この系統新しい色も出て、新しい色がね、待望のね、シュタデルのスラネッシュグレイに該当する色が出たってね、使ってみたらね、だいぶ色違ったんだよ。残念。結局シュタデルのスラネッシュグレイの香りはないんだ。でもシュタデルはまだ現存であるんでしょ。買えないわけではない。買えないわけじゃない。だいぶタイムラインでもさ、ダンカンカラー使ってる人増えたよね。私は見るわ。そうね。写真載せてる人も。そんなことよりさ、この動画がある頃はワンフェス前かどうかわかんないけど、ワンフェスね、行きたかったね。行きたいは行きたいんだよな。けど今回諦めたんだけど。労力がね、当たり前なんだけど。まあね、こっちは北海道から札幌から行くから、ハードル高いんだけど、行く方は楽しんで。そうね、まあこの感じ、来年は行くのかなという感じはあるね。でもそのためにはテレスドンさんはどんどん消化していかないと置き場所がないぞって。そう、私見てくれた方いるかどうかわかんないけど、去年かの2月のワンフェスで買ったやつ、相当塗ったからね。あれだいぶ塗ったよね。結構ね。まだ大きいものはちょっと手つけてないけど、ちっちゃいものはテレスドンはもっとあるからね。もっとある。でもゴジラとかは塗ったか、ワンフェスで買った。1個だけ塗ったって。1個か。そっか。いや、いいピンクだね。これがね、結構なんつうのかな、造形的にはね、割とのっぺりしてるっていうかさ、ある程度最初にエアブラシで調子見ないとちょっと攻め方わからなかったんだよね。そうなんだ。っていうのもあってね。で、あとこれ、そう、ところどころさ、マグネタイズしてあるのが見える映ってんだよね。これ付け替え式なんでね。内側でしょ？内側、見えなくしてある。そうだ。最後に写真ある？完成の写真あるよね。載っけますか？そうだね。付け替えたバージョンもあるのかい？付け替え動画がある。短い動画撮ってある。それ別であげるの？これにくっつける？いや、これにくっつけちまえ。くっつける。だそうなので最後まで見てね。ファレホの筆でやってんね、これ。ファレフォの筆ね。何番？1じゃないかな。結構あれだよね。この前ボークスに行ったけど売り切れてんだよね。いや、これ相当バランスいいぜ。値段と性能のバランス。1000円で買うね。そういえばキメラの筆も出たみたいだけど、高い筆はね、2000いくらしてたっけ？ 1個多分2000円以上3000円未満ぐらいじゃない？
まあ買うならテレスオンなんだろうけど、私ではなく結局買うのかい。いやね、だっていつか死ぬって分かってるでしょ、高い船ってさ。でそれ、あまりにも良くてさ、すごいもうこの船ないと生きられないってなっちゃったらさ。あ、いつか死ぬって売られなくなるって意味？売られなまあそうだ、売られないわけじゃないんだけど、安定供給されないと困るわけよ。そうなの？でもボックスで売ってんだったら。いや、あれ多分安定供給じゃないと思う。あ、そうなのか。でもキメラと共同開発したみたいな感じじゃないの？あれ違うの？なのかな。ただなんか変な形した筆あるんだよね、あれね。あ、そうなの？平べったいやつか。なんか平べったい、なんか三角形っぽい謎の。こういう時にさ、なんかそのテロップみたいなさ、写真こういうのですってやったらいいんだろうけど、時間かければいいんだろうけど、ちょっとめんどくさいんですよ。いや、それはちょっとググってもろうてなんかいいね。色の変化いいね。いいね。なんつうのかな、こういう色の変化させるぐらいしかなんか見どころ作れなかったっていうのも正直なところでね。ああ、これ、これは後ろ側なのかい？後ろ、前には見えてこない。前には見えてこない。ただやっぱ一部見えるっていうか、横に広がってるでしょ、触覚みたいな。そこは目に入るからちゃんとやんないと。あ、このレシピ真似しようかな。ああ、そうか。次塗るやつの。これにしよう。決めた。お、これにするんだ。いいと思うの？まあ、随分なんていうかポップな色っていうか。あ、そうかなと思う。まあいいや。お、次は。あ、帽子だ。終わったんだ。このね、帽子のレシピでね、私ちょっと塗ったやつがあるんだけどね、これみんな真似していいぐらいすごい素敵な。我ながらお気に入りやつね、この感じは。まあ主になんだろうな、革製品とかになってくるのかね。私も帽子で塗ったんだけど、あれまあ興味ある方私のツイッターからのなんだっけ、カワウソ？何だっけ？カワウソじゃなくてカワハギ。カモの橋。あ、カモの橋のやつの帽子が同じレシピで塗ってますんで。まあただこれ形状的には辛いよね。こういうのってさ、本当難しいと思う。シワないしさ。これもなんか雰囲気でやってるよね、これ。わかる。でもさ、テレスのさ、なんか傷入れられるようになったじゃん。なんか、だからだいぶ違う、あれだと思うけどさ、昔よりはね、ね、抵抗少ないっていうかね、まあごまかしはかけれるかなっていう感じだね。でも多分まだなんかやりようあんだろうなって思うね。傷どうやって入れるのって聞いたけど、適当って言われてさ、いやまあでも多分きっといつか急になんかできるようになるのかな。多分そういう瞬間っていうのはあるんじゃないって思うな。で、まあこの動画ね出すのに1ヶ月以上経ってるけど、その間に塗ってはいるからね、テレスドも別のもの塗ってるし、成長はしてるよね、多分そのしてると思うんだまたけどね。これではやらなかったけど、なんか技が身についたりとかもしてるんでしょ。技というか、この次に塗ったやつはやったことないことを結構やってみたし、その次のやつもその次のやつも今やってんだけど、そうだね。それをまたちょっとやったことないことを混ぜてるね。ちなみにこれと次の完了してるやつは、札幌のボックスに今コンテスト出てます。今っていうか、まあそうだね、2月いっぱいまでは置いてあるのかな。
表彰多分表彰結果が2月16だから、うまあ、少なくとも2月16までは置いてある。ね、札幌はねちょっと発表が雪祭りの関係でね1週間ぐらい遅いんだよね。そう雪祭り期間中なんかタイアップしたイベントやるんだよね毎年の。初音ミクかなんかで、なんでまあ見れますんでよかったらお近くの方観光できた方、来てね。雪少ないから今年。だけど結構欠航になってるみたいだよ。あ、そうなの。いやいいね。あ、これ頑張ったな。この帽子は本当素敵だと思う。これ実は帽子とね、帽子かぶってない髪飾りと選択式なんだよね。で髪飾りの方も一応妥協なく塗ったんだけど、やっぱ帽子の方がいいなっていうことで。あれこれどっちで出した？帽子。あ、帽子で出した。帽子でコンテスト出しちゃったけど、だからその髪飾りは部屋に置いてあるのか。置いてぶん投げてある。なんか足元に置いとけばよかったのに。いや、あれなんか固定してないものはダメとかなんかそういう決まりある。これ？あ、違うか。違う。まだそこまで。いや、動画にしてるよ。まだそこまで行ってない。この後だってブローチで終わりだよ。あ、違うわ。違うわ。で、唐突に羽だ。そしてね、珍しくなんかベースとシェード的なことやる動画珍しく撮ってんだよね。普段もうはしょってる。いや、はしょってないよ。はしょってないはしょってないよ。羽はね、なんつうの、凹凸多いから、でもね、影つけるときはとりあえずシャバシャバで。これでもさ、羽私も何回か塗ったことあるけどさ、難しいよね。羽はくせ者だね。どこを明るくしていいのか。なんかちょっとあれだね、かっちり体型作るのは難しいね。なんかまあ何の羽にするかにもよるしさ、難しいよな。こんだけさ、なんかなみなみがあるからさ、筆で拾いやすいは拾いやすいんだよ。だけどどう拾っていいかがあれなんだよね。難しいけどうまくいくとなんていうかすごい面白いパーツではあるよね。いったんじゃない？愛用の53番だなこれ。だったね。これもシェード的。シェード的だね。さすがにテレスドンでもシェード的なことをこれはちょっとやるよね。一個ずつに溝に入れるのはきついよね。大体こういう形状の場合はなんていうの、影はシャバシャバってやってハイライトはちょっと丁寧に拾うみたいな感じになるんじゃないかね。私は一回シェードするじゃん。でまあ凸の部分やるじゃん。結局なんかねシェードの部分に納得いかなくてね、一個ずつ入れて、最終的に一個ずつ入れてくるんだよね。まあそれもあるあるっちゃあるあるかもしれない。根元の方もっと暗くしたいなとかさ、そういう感じでやる。羽これね単純に赤と白にしたけどさ、羽によってはさ、なんつうの、いろんな色の変化あったりするでしょ。そうね。まあ分かりやすいところで言うとクジャクの羽なんかがそうだけどさ、なんかそういうのもやってみたいけど今のところやる機会がないね。でもそういうことやったらさ、じゃあどこに目を生かせるかってなった時に、そうだね。あんまり帽子とかこういうのに目いっちゃってもってことなんでしょ、きっと。なのかね。でもさ、全部見てほしくない？わかるけどなんだっけ、昔ボークスの審査員に言われた、ちょっとどこ見ていいかわかんないですって言われたことある。どうなんですか皆さん。どうなんですかね。全体良ければいいんじゃねえのってこの
みなんでないのって気もするけどね。いや、ただまあそれはその先人が築き上げてきたものがあるから、そういうことじゃないんで。あれ、この羽の赤い部分っていうのは、うん、下のなんか服とかと同じ。これ多分同じだと思うな。だよね。じゃなかったらうん。変になるもんね。変になるしと。それこそガチャガチャになるよね。もうあるし、統一感ない。割と考えるのめんどくさくて同じの使うっていうのはやる。ああ、そういうこと。うん。あ、でもこれ今使ってる色、あ、これグレージングしてんな。これは服で使ってないと思う。聞いてる？あ、うん。そうそう、言語ができないんだけどさ、ちょっと一つ発見したことがあってさ、塗ってて。おう、言語ができないの？これ難儀だね。これさ、ハイライト入れてるじゃん。うん、でさ、基本さ、うん、薄色、明るい色、明るい色、明るい色うん、にしていくけど、うん、例えば緑だったら、うん、黄緑にはいはい、持っていくじゃん。うん、うん、の時に、うん、最後の黄緑をうん、黄色に持ってっても、うん、ハイライトの印象同じ。同じっていうか、まあそれ結構なんかセオリー的にそれはいや、ありだよ。なんて言えばいいのかな。結構そういうもんじゃん。それをうん。独自で発見したああ、そうか。それはすごいな。っていうこと。あ、それちょうどね。から、うん。最近私さ、色を作るようになったじゃん。うん。前はだったら、うん。もう赤の次に白を混ぜて、その赤よりも明るい色っていうイメージとかだったけど、もう分かんない。ちょっと分かんなくなってきた。はい。まあ実際ね、例えば赤だったら明るくしていくのってさ、2パターンあるっていうか、オレンジに振るか、そうそうそう、ピンクに行くかみたいなこと。それもじゃあ3パターンかな。赤だったらオレンジに振っていくかピンクに振るか。でもピンクに振るっていうのは赤に白混ぜていくっていうことなんだよ。じゃあ2種類だな。あ、じゃあ伝わってないわ。あ、そうか、伝わってないのか。あ、それは伝わってないわ。いや、何が言いたいかっていうとね、当たり前だけどどっちに振るかで印象変わるんだけど、変わるね。さあこういうものを塗るときは、例えば赤だったらピンクよりもオレンジに振った方が目立つ。うまく言えないんだけど、あんまりね、単純に白混ぜって要するに明度だけ上げていくのってなんかね、なんか締まらないんだよね。でも伝わってなかったわ、私の言ってることと。そうか、ちょっとあれだ、まず本人が原稿化できないって言ってるから、最後、白を使おうが、黄色を使おうが、同じってこと。同じって何？受ける印象が同じってこと？そう。一番最後の色の一番明るいくする色の話をしている。いや、いきなりさ、緑に黄色、青に黄色持ってたらそれは違うんだけど、いやー、ちょっと分かんないね。まあそれはまた別の機会でいいんじゃないか。そうだね。これとこれが一緒だった。そうなんだ。わかんないね。わかんないな。言語化ができない。できない。まあ必ずしも言語ができる必要はない。
でも結構なんか面白いもんだね。面白いもんだな。その別に人に伝えなくていいんだったら言語化する必要ないよね。自分だけ感覚で知ってればいいわけでしょ。あ、確かに、でも私学んだの進化したのって言いたかったそうかでこのさ、明るくしていくときになんつうの、どっち方向に振っていくか問題ある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 でしょ。あるあるある。これが本当にこの次のやつでね結構直面したっていうかね。でも私今がブームなんか知らないけど、赤からピンクにはいかなくなった。赤からオレンジに行くようになった。なんつうの、そうね、変わった。これね、まあ急に今度赤いのやりだした。これなんて次の作品の話でちょっと申し訳ないんだけど、しかも動画はまだまだ先っていう、紫色の帯をつけてるモデルなんだよね。でその紫の帯を塗るときに、ベースが紫で、いつもだったら、なんつうのかな、その紫がだんだん白っぽくなるようなレシピにしてたんだけど、なんかつまんねえなと思って、思いっきりドピンクに振ったらなんかすごい良くなったんだよ。ピンクをドピンクに？いや、紫を。紫をドピンクに。ピンク寄りとかじゃなくて、モロピンクみたいな。ちょっと見たいね。その時に見たいね。その時にまたに同じこと言ってみて。そうだね。で一応パソコン上で両方の色を試してさ、やっぱピンクに振った方が面白いなと思った次第。これがすいません。そうさっき言ってたもう一個のパーツね。日の目を見ない、羽飾りで、これは結構 LMM うまくいったんだけど、人目につくことはない。最後の動画では見せんのかい？あるかな。どうだろうな。それでもやってることは目新しいことはやってないね。NMM だからね、基本。そういうことよね。これもね、やっててね、多分、まだなんかやることあるんだろうなって思うよね。だって海外の人の見せたら明らかに違うからね。そうね。そりゃそうだ。こういう感じで塗るとさ、周りの環境光の反射が全く描かれてないんだよ。それが多分つまんないくさせれる要因なんだよね。これでもさ、NMM やる派とさ、やらない派いるじゃん。これね、私の話ばっかりで申し訳ないんだけどね、NMM やった方がいいよね。やった方がいい。ハードルが低くなった。やった方がいいと思う。それはもちろんそのモデルの印象がやっぱりね、メタル塗料を使うのとそうじゃないので印象が変わるのもそうなんだけど、なんかすごいさ、難しいものと思って捉えてて、幾度のなくやってはきたけど、もう最近私も平気でやるようになったじゃん。それが破綻してるかどうかは別としてもね、金属として、なんかいいからちょっとやってみなよって言ったら、いいからやってみたらなんか感覚をつかむ、こんな感じかなみたいな。でもそういうモデルがもっと良くなるからやった方がいい。これはあれだね、多分皆さんいろいろ独自の哲学持ってるような気もするけど、一応ここで自分がどう思うか、一応考えがあるんで。テレスノさんの、はい、どうぞお願いします。まずこれ多分どっかでも言ったんだけどね、これまずノンメタで塗るのってさ、例えばここの今の部分だったら羽がっつり陰影つけてるのに、メタリック使っちゃうとバランスとおかしいよね。金属部分の陰影がどうしても弱くなる問題があって、それで NMM をやらざるを得ない状況になることが多い。そうだね。っていうのがまず一つと、これやってるとさ、筆の動かし方とかさ、塗料の含ませ方とか濃度だとかがさ、自動でレベルアップするんだよ。そう。やってみることによって。それはちょっとわかんないけど。だからとりあえずやった方がいいんじゃないと思うんだよ。
って感じ。あとね、なんかね、愛着湧く。それはなかなかあんまりないと思うぞ、それ。なんかね、頑張った、自分頑張ったってなる。自分は時間かかるからね。そうメタリック塗料だとさ、ペーってやったらさ、まあ終わるけど、メタリック塗料も追求するといろんなやり方あってね、面白いんだけどね。あ、そうなんだ。あとその要はグラデーションの練習になるよね。見てくださいよ、これみんないい、すごくない？これだけでもうなんかもうめっちゃかっこいいよね。でもこれじゃね、つまんないんだこれじゃ。まあでもさ、ウォーハンマーみたいにさ、一回にさ何十個もさ塗んなきゃいけないとかさ、大きさでね。あれでロメタやれって言われてちょっとだるいよね。あれに一個ずつさ、命かけたらなかなかだけど、だから時と場合にはもちろんよる話をしてるけど、やる人いるけどね。いやでもそれはもうでも何十という舞台を全部 LMM やる人はあんまりいないから。まあ全然いるだろうけどさ、別に批判してるわけじゃないからね。ただそのなんていうの、実力アップのにつながるから、でしかもやってみたら意外になんとなく形に意外となるもんで、かなって思った。なんか昔の抵抗感がなくなったな。そう、あとね、慣れるとさ、割とどんな色使っても金属風にできたりするんだよね。そうだね。結局グラデーションの練習だから。近いな。髪の毛かなこれ。違うか。目の前に。なんか毛落ちてるな。これなんで今回このあれいつも下になんだっけ、タオルないのに、タオルじゃないや。いやなんかたまたまそこにあったけど、戻すのもめんどくさくてそこでやったんじゃない？いやすごいね。まあこれあれだな、赤い羽の反射とかも描いた方がいいんだろうね。これちょっと赤みさした方が良かったかな、今にして思えば。金属部分によくさ、反射好きだけどさ、光ってないのに反射しなくね？そういうの光って反射っていうか、絶対にその周りの物体がわずかに反射してる光っていうのはその物体に必ず影響を及ぼしているのよ。じゃあさ、今テレスドンさん白いパジャマ着てるけどさ、その肌にさ白が影響してんの？それ素材による。あまり光反射しませんので。じゃあ金属は周りの光映り込むから。羽に金属の方ね。私逆だと思った。そう。金属、そうだね。確かにそう言われたらそうだわ。確かにおかしいよね。おかしい。いやそんなこと言ったら切れないよね。だってさ、海外のさ人たちさ、普通にいやこれ100時間です、これ200時間ですって息をするように言うからね。1個塗るのに？そう、大した大きくないやつだよ。それ普通だけどみたいなっていうニュアンスで言ってることが分かんないけど。そうなの？そうだ。もうトップ層ってのはもうそれが当然だから。それできないやつは上行けないんだよ。村上慶吾さんとか野原さんとかもそうなのかな。でも今の村井さんめっちゃ時間かかってるね、あれね。野原さんは多分めっちゃ時間かかってるね。村上慶吾さんは謎。北山さんは最近塗ってないか？見ない。最近見ないな。塗ってる感じ。村上慶吾氏はね、それスパンが早いじゃん。作品を見るさ、それは一日の時間の大半をそこに投下してるからスパンが早いのか、そもそも塗るの早いのか、ちょっとどっちなのか分かんない。そうだね。依頼も多いだろうしな。多分単純に時間を投下してんじゃないかなとは思うね。だって結構塗ってるものって大きいからね。そうだよね。しかも使ってんのこれだぜ。そう。このスケールアーティストはなかなかこのベースに使うには向かない。まあそんなこんなでね、
このアクセサリーで今回で終わりでございます。30分。今日なんか盛り上がったんじゃないこれ。いやどうなんだろう。テレスの文字起こしするときにどう感じるかちょっとわからないですけど。たまに変な顔文字入れたりしてんだけど。あ、そうなんだ。あ、でも見てないからわかんない。そうか。君がね、ふーんって言ったときにね、顔文字で。そうなんだ。じゃあ、この後にちょっとできたやつの動画が入るのかな、少しちょっと動画さしてなんでまあ35分ぐらいの動画になってるのかな、ちょっとわかんないけども、まあすごいちょっとね長時間の動画になっちゃった。長期間、そうだね。でしかも最後もなんかもうめんどくさくなって8倍速とかやっちゃって終わらせちゃったみたいな感じなんで、けどもありがとう、お付き合いしていただいてありがとうございます。ちなみに今塗ってるこの宝石部分は未だに苦手。まあ難しいよね。結局最後まで残しちゃったからね。まあ次回はもうツイッターにはねやってるけど、また別のやつがまた登場する。2月中には動画上げられるかなと思っておりますので、またその時にはよろしくお願いします。これカメオとかにした方が良かったんじゃない？いやだるすぎんだろカメオ。いや反射苦手ならさ、その方がまだいいかなと思って。だるいわそれ。じゃあ動画流してる時は多分音楽のみでお送りするかと思います。あ、もう今流れてるね多分。はい。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。テレスさんでした。ゆうはるでした。またねー。